こんにちは。今回は表面がポコポコしている糸を使って簡単にワンハンドルのバッグを作っていきます。表面がポコポコしていてこれだけで可愛いので、模様編みの部分はシンプルにして簡単に編んでいこうと思います。この糸はダイソーさんのブークレのクリームポリエステル 100%、 これを2本一緒にして同じくダイソーさんのフラッフィーのオフホワイトアクリル 100%、 これを1本プラスしてこの3本で編んでいきます。3本で編むので針はあれば 10.5 号 6.5 ミリで、それか7ミリ、これはダイソーさんの7ミリ、セリアさんの7ミリ、10号だとちょっときつかったのでこれぐらいで編んでいきたいと思います。あとはマーカーととじ針を使います。今回使う糸は全部白っぽいので、このオフホワイトをライトグレーに変えて、で最初の方は編んでいきたいと思います。セリアさんやダイソーさんの針を使うとき、この部分にワッフルの端っこみたいな薄いとんがりがある時があるので、それは事前に爪切りのヤスリとかで削っておくといいと思います。3本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。糸の後ろに針を添えて手前に引きます。針を1回転、交差しているところを指で押さえます。ちょっと緩めます。引っ掛けて引き抜いて引き締めます。ここから鎖編みをします。鎖編みを19目、ちょっとゆったりと編んでいきます。今回の模様は3の倍数でできています。なので幅を変えるときには19目から3の倍数を増やしたり減らしたりしてください。19目編んでいきます。19目編んだら細編みで1周します。この鎖の両端の目に細編みを3つ入れて楕円形を作ります。でこの目にまず2つ入れてぐるっと編んで、後でもう一つ編むので、この端の目にマーカーをつけておきます。表に2本あるうちのこの2本をすくいます。2本すくったので反対側は裏山だけになっています。裏山はこの糸が盛り上がっているところ、分かりにくいときはちょっと曲げたりして、このポコンと盛り上がっているところを見ていきます。で一番端の目にマーカーをつけたら、この目に細編みを2つ、細編みをするのでまず鎖1つ1つ戻って、このマーカーをつけたところに細編みを1つで、表ではなくて裏返してこの裏山に針を入れて細編みをします。この盛り上がっているところ、
糸を引き出して引き抜いたら細編みが1つ。マーカーをつけておきます。で、同じ目にもう一つ、このマーカーの入っているところにもう一つ。細編み。これで一つの目に細編みが2つ。ここからは一つの目に一つずつ細編みをしていきます。この2つ入れた隣の目、次もこの少し盛り上がっているところ、こういう感じで反対側の端まで編んでいきます。反対側まで来たら端の目には細編みを3つ、この目に3つ入れていきます。まず1つ目、次は2つ目、同じところ。この時この糸端を長い糸の下を通って向こうに寄せておきます。で、このまま細編み、次は3つ目、同じところ。今度はこの糸端を長い糸の下を通って手前に寄せておきます。で、細編み3つ目、でこの目に3つ細編みが入りました。次からは1つの目に1つずつ細編みをしていきます。で、まず今3つ入れた隣、この目に3つ入っているので、その隣、ここが3つ入れたところで、その隣、細編みをするときにこの糸端を細編みの中を通るように編みくるんでいきます。針の上に乗せて細編み、次もで糸端を乗せて編みくるんでいきます。で、次も糸端はまだ残っていてもある程度編んだら脇に外してカットしたら大丈夫です。
このまま一つの目に一つの細編みをして、最初につけたマーカーの手前まで編んでいきます。ここら辺まで編んでいきます。ぐるっと編んできて、スタート地点まで戻ってきたら、このマーカーが2つあるうちの初めにつけた方、こっちが初めにつけた方なので、ここに細編みを1つ、この目にこれでこの端の目に細編みが3つで、こっちも3つで、最初の細編みに引き抜いて、で楕円形が出来上がります。ちょっとこう寄せて楕円形にします。最初の細編みの、これが最初の細編みの頭、上から見るとちょっと分かりやすいと思います。ここが足で、ここが頭。このまま頭に入れて引っ掛けて引き抜きます。これでくっついて楕円形の底が出来上がりました。で、今回は底は一周で終わって、次は側面の模様編みをしていきます。まず細編みを1つ、細編みをするので鎖1つ、鎖の根元に細編みを1つ、鎖の根元はここに針を入れて細編みを1つ、で1つ目にマーカーで、隣の目に中長編みをします。細編みのすぐ隣、ここに針を入れて中長編み。中長編みは針に糸を絡めて、隣の目、この3本を一度に引き抜いて中長編みで、同じ目にもう一回中長編み絡めて、同じところ一度に引き抜いて中長編み、細編みと中長編み2本、また隣の目に中長編みを2本絡めて、隣の目、もう一回同じところ、これで細編み1つの中長編み2本と2本、これが1つの塊になります。次は1つ飛ばして2つ目に細編みをします。すぐ隣のここは飛ばして、次ここに細編みをします。中長編みのまま1つ飛ばして2つ目、細編み、細編みの次は中長編み、隣の目、細編みの隣、中長編みは針に糸を絡めて、同じところにもう一回
同じところに2本、隣の目にも中長編みを2本、まず足元1つ飛ばして細編み、中長編み、中長編みで、次はまた足元1つ飛ばして2つ目に細編み、1つ飛ばして2つ目、1、2、細編み、細編みの次は中長編み、でまた隣に中長編みを2本、1つ飛ばして細編みと中長編み、中長編みで、また足元1つ飛ばして2つ目に細編み、次は中長編み、中長編み2本は2回連続、こういう感じの模様になっていきます。中長編み2回編んだら足元1つ飛ばして細編み、1つ飛ばして細編み、次は中長編み、中長編みもう一つ、2回編んだら次は足元1つ飛ばして2つ目に細編み、細編みの次は中長編み、中長編みは2回連続、で中長編み2回編んだら足元1つ飛ばして2つ目、1、2、で中長編み、模様編みで一周してきたら中長編みの後に最初の細編みに引き抜きます。ちょっと開いて見えるんですが、このまま引き抜いてくっつけます。最初の細編みに引き抜きます。2本の糸の下引き抜いてくっつけます。これで模様編みの1周目が終わりました。一応これで長さが
約24センチで模様編みの2周目を編んでいきます。細編みをするので鎖1つ、根元に細編み、1つ目にマーカーで1周目と同じように細編みと中長編みと中長編みを編んでいきます。でただ針を入れる場所が違っていて、この中長編みの間に針を入れて中長編みをしていきます。この中長編み1つの目に2本あるうちの真ん中、ちょっと指で確かめてみて、この目に針を入れて中長編みをします。中長編みなので針に糸を絡めて真ん中、一度に引き抜いて、でまた同じところ、この中長編みの真ん中、これで細編みと中長編み2本、次また中長編み、この2本中長編みがあるうちの真ん中、ここに中長編み、同じところにもう1本、でこういう感じの模様になっていきます。細編み1つ、中長編みで、次は細編みをしたところに細編み、ここに細編みがあるので、この足になっている手前の糸、この細編みの足の右側、この2本の糸の下に針を入れます。で引き抜いて細編み、次はまた中長編み、これが細編みで、次が中長編み、真ん中に指を入れて中長編みで2本で、次の中長編みにも2本、細編みの上には細編み、中長編みは中長編み、次また細編み、この足の右側に2本の糸の下、中長編み、で次の中長編み、次は細編み、中長編み2個の次は細編み、細編みの足で右側2本の糸の下
次は中長編み。次は細編み。細編みの足の右側、次また中長編み。これでぐるっと一周します。2周目もぐるっと編んできたら、さっきと同じように最初の細編みに引き抜きます。で次は3周目。2周目と同じように編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、鎖の根元、1つ目にマーカー。次は中長編み。下の中長編みの真ん中に針を入れて中長編みを2本。下と全く同じです。このままさっきと同じように一周編んでいきます。ここがぐるっと編んで終わったら、次また同じように引き抜いて鎖1つで根元に細編みで中長編み、これを繰り返していきます。でしばらく編んでいきます。6周編んできました。実際にはこれをもっと長くしていって好みの深さにしていきます。でこの白い方でどれぐらい編んだかを出来上がりのサイズを測るときに一緒にお知らせしたいと思います。ここで糸を切ります。最初の細編みに引き抜いて側面が終わります。鎖一つ編むようにして糸を切ります。ギュッとして次は減らし目を始める位置にマーカーをつけておきます。まず底を見て、でペタンとして大体でマーカーをつけておきます。でこの今マーカーがついた目をこちら側かあと奥かどちらかに含めて数を数えます。で今このマーカーがこっち側に寄っているように見えるので、このマーカーの目を含めて9個目にマーカーをつけていきます。ここを含めて1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個目にマーカー。反対側もさっきはこのマーカーの目をこっちにしたので、次からはマーカーの隣から数えます。
123456789でもう一回確かめます。でこの時にこの細編みの大きさと中長編みの大きさがちょっと違うので、数は同じなんですがだいぶ長さが違っていて、でこの長さを合わせるためにこっちを1個ずらしてこっちも1個ずらすと、この幅はこっちと同じになります。なので1個ずらしてこっちも1個ずらして、でこんな感じで始めていきます。こっちもこの目をこっちに寄って見えるのでこっちに含めて123456789 9個目にマーカーで、反対側マーカーがついていないところから数えます。で今回この糸端の出ているこの目は一つと数えるんですが、ここにも長編みをしていきます。でこの隣はここを一つと数えます。ここが123456789だいたい揃ったので、こういう感じで始めていきます。マーカーをつけた隣の目から始めます。新しい糸を持ってきて糸端を5センチぐらい残して後ろに添えて糸を引き出してしまいます。これを1回結んでおきます。同じところに針を入れて糸を引き出します。今度は途中まで、ここから鎖を2つ、隣の目に今鎖を編んだ隣の目に未完成の長編み、未完成の長編みは針に糸を絡めてこの3本のうち2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。一度に引き抜いて減らし目をしたところにマーカーをつけておきます。次からは長編み、隣の目、この目、長編みは針に糸を絡めて糸を引き出して2本ずつ引き抜きます。隣の目にも長編み、次もこのまま反対側のマーカーの手前まで長編みを続けます。でこの糸端が出ている目は今回2つと数えるので、これは真横のマーカーだったので外しておきます。糸端の出ている左右の目に長編みを1本ずつ入れていきます。まず糸端の
右側、次は糸端の左側で、この糸端は編みくるんでいきます。針の上に乗せるようにして、で長編みの中に含めます。でここからまた長編み、普通の長編み、このマーカーのついた手前まで編んでいきます。マーカーをつけた隣と隣の目、この2つの目で減らし目をします。未完成の長編み、2本引き抜いて、隣の目も未完成の長編み、未完成の長編みが2本、これを一度に引き抜いて減らし目、これで斜めのラインができました。次の段のために鎖2つ裏返します。次も減らし目をするんですが、今鎖2つを編んだ根元ではなくてその隣、ここが鎖の根元で、ここではなくてその隣、ここに未完成の長編み、鎖の根元ではなくて隣、未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。引き抜いたところにマーカー、次からは長編み、一つの目に一つの長編みをしていきます。今度はこの前に減らし目をした時の頭につけたこのマーカーを含めて2つ、ここに未完成の長編みをします。こことここなので、ここにはまだ普通の長編みをして、この2つで未完成の長編み、減らし目をしたところ、これで未完成の長編みが2本、一度に引き抜いて減らし目、次の段のために鎖2つで裏返します。こういう形になってきました。で鎖2つの次は隣の目に未完成の長編み、鎖2つ編んだ根元はここ、根元はここ、この隣、未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、
減らし目をしたところにマーカー、次からは普通の長編み、で減らし目はこの前に減らし目をした時につけたマーカーとその手前、この2箇所で未完成の長編み、このまま同じように繰り返してしばらく編んでいきます。鎖2つで立ち上がって次の段、これで減らし目で、今目はこのマーカーをつけたところを含めて2、4、6で、6目になったら鎖1つを編むようにして糸を切ります。で反対側も同じように減らし目をしながらこの台形を作っていきます。反対側も同じように編んできました。で今は減らし目をしてきて6目のところ、こっちも減らし目をしてきて6目のところで、これをもっと長くしたい時にはここで減らし目をしない長編みを何段か編んで好みの長さにします。今回私はこの長さで合わせていきたいと思います。でここをとじ針でくっつけたいと思います。中表で裏返して、でこの糸は切らずに閉じる糸にします。ハンドルを合わせたところが映っていなかったので、もう一度この部分だけをやっていこうと思います。まず中表、こっちが裏でここが表で裏、両方ともギュッとしてあります。で片方を40センチぐらいで切ってとじ針に通してあります。角と角を揃えて、でまず奥の編み地、ここに長編みがあって、この頭に針を入れます。この長編みの上は上から見ると2本の糸があるので、この2本の糸の下、ここがギュッとしてあって、この小さなところではなくてその下の長編みの頭で、ここが段数によっては鎖3つになっている場合には、下から3つ目の鎖の2本の糸の下に針を入れることになります。こういうパターンでは下から3つ目、ここの2本の糸の下で、今はこの長編み同士のパターンでやっていきます。この奥の編み地の後ろから針を入れます。2枚あるうちのこっち側から2本の糸の下で、手前の方も長編みの頭の2本の糸の下で、これを引き抜いて
これで一つくっつきました。でこの時あんまりギュッときつくしていくとこの部分が歪むので、あまりきつくならないように歪まない程度に閉じ合わせていきます。また隣の目、隣の長編みの頭、今度は手前から向こう、こういう感じで簡単に合わせていきます。こう来たので次はこうでこう、手前から向こう、向こうも手前から向こう、で裏も見ながら、今度は向こうから手前、隣の目でこっち、この長編みの上、次また隣で反対もで最後は鎖3つになっているので、下から3つ目、2本の糸の下、反対側も下から3つ目、ちょっと見えにくい、これで全部がくっついたので、ちょっと絡めてから糸を隠します。今回このモコモコしているので止めやすいと思います。今ギュッとしてからちょっと一回行ってちょっと戻って糸端を隠して糸を切ります。これでちょっと戻っておきます。これで糸を切ります。で反対側も閉じ合わせていく場所にマーカーをつけていきます。だいたいこの模様編みの部分からこの減らし目の部分一つ、ここら辺まで閉じていこうかなと思います。
80センチぐらいに切った糸を使って閉じ合わせていきます。マーカーとマーカーのところを合わせます。こういう感じで合わせます。これをこうで、マーカーとマーカーのところ、まず向こう側のマーカーのところ、下から上に針を入れます。下から上、糸端は全部引き抜いてしまわずに10センチぐらい残しておきます。で、今度は手前の編み地を下から上、この糸端を1回結んでおきます。で、次は向こう側、下から上に針を入れます。この間隔はだいたいで大丈夫です。これは後でとじ針で始末します。今度は手前、下からで、また向こう、下から上で、下から上、こういう感じで反対側のマーカーのところまで合わせていきます。マーカーのところまで来たらで、ここから何回か行ったり来たりして針を固定して、で、糸端を隠していきます。で、糸を切ります。で、こっち側も同じように固定して隠していきます。こんな感じにすごく可愛く出来上がりました。で、この部分をすごく簡単な模様編みをしただけで、それ以外は一番簡単な方法でワンハンドルを作っています。このまちの部分は広くないんですが、中にはたっぷりと入ると思います。で、全体が柔らかいのと、あと特にこのハンドル部分が筒状になっているので、すごくふかふかして感触がいいです。ですごく可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。出来上がりのサイズを測っていきます。横幅は約
26センチで、深さは約17センチで、全体は伸ばしてみて約27センチ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。